つるくんです。ガメラといえば平成ガメラ以降あまり映像化されてきていないんですが、今度ネットフリックスでガメラの新作としてガメラリバースが出てくることになりました。それに合わせてですね、バンダイさんから SH モンスターアーズとしてガメラのフィギュアが出てきましたので、今回はご紹介をしたいと思います。昭和ガメラから見てきた自分は平成令和と続いてガメラが映像化されるのはとても嬉しいことだと思ってます。ガメラのデザインの方も昔からかなり変化してきているということで楽しみにしているフィギュアであります。では早速箱の方を開けていきたいと思います。ではブリスターを出していきます。マニュアルの方がペラで1枚ですね、ついてます。ではブリスターオープン。こちらがガメラですね。おっと、手が外れてますね。もともと外してあって少し後でパーツをはめるような形になってるみたいですね。それからガメラ本体の方ですね。結構重たいですね。尻尾を含めてそこそこ大きさがありますね。なかなか重量感があっていいですね。それから空を飛ぶ時の腕ですかね。こちらの空を飛ぶ時の変形した腕ですね。こちらの方が左右付属しています。ブリスターは二重になっていて、こちらブリスターの2枚目ですね。オープンすると、こちらは空を飛ぶ時のポーズの甲羅ですかね。こちらが1つ入っています。それから台座ですね。ちょっと小さめですが台座の方が1つついてますね。これも台座なのかな。ブリスターの内容はこんな感じで、意外とパーツ数自体はそれほどありませんが、本体の方ですね、これから細かく見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではこちらガメラリバースに出てくる2023年度版のガメラですね。こちらのフィギュアの方を細かく見ていきます。外観の方は従来のガメラに比べてかなりごっついイメージを受けます。特に甲羅の厚さがですね結構厚めですね。それから凹凸の方もですねむちゃくちゃ凹凸が激しいという、そんな感じのディティールになってますね。今回のガメラリバースに出てくる怪獣についてはこういった少し緑に光るような部分ですね、こういったものが特徴として出てきてますね。そういったものが再現されています。それから顔の方ですね。結構昭和のガメラを見てきた人にはですね、あまりガメラっぽくないかなという顔をしているような気がします。もう少し昭和のガメラって鼻先が丸い感じなんですけどね、あと目がかなり大きかったりするんですが、こちら2023年度版のガメラの方は、より仮面に近づいたような気がしますね。あと腕の方ですね。腕の方はかなりぶっとくてですね、爪の方もかなり尖ってて怪獣っぽさっていうか凶悪さみたいのが強調されてる気がしますね。手の甲の方がかなり巨大化していて、あとは少し細めに作ってあるような腕になってますね。昭和のガメラって四つん這いで歩いてるような絵が多かったですから、足の方もそんなに太くはなかったんですが、こちら2023年度版のガメラの方は結構分厚い足になってますね。これは平成ガメラもそうかもしれません。
足の爪の方も結構尖っていてですね、凶悪な感じが強調されてるという感じですかね。ちゃんとこの足の裏も作ってありますね。それから尻尾の方は、かなりぶっとい尻尾になってますね。どちらかというとゴジラに近いような太めの尻尾になってますね。しかも長さが結構長いという感じの尻尾ですね。あと配色については、濃いダークグリーン系の色なので、従来のガメラとそれほど差はないかなという気がします。あと目の方は塗装ですかね。少しザラザラしたような塗装になっています。また牙関係も塗装になってますね。見た感じかなり重量感のあるガメラになっています。それから可動の方なんですが、このフィギュアは地上形態と、飛行形態の2形態が取れるようになっていて、首の方はですね、地上形態の時は下を向いて、飛行形態の時は上を向けるように、結構首の上下の可動範囲ですね、かなり可動範囲が広くなってますね。それに比べると腕の方はですね、正直それほど可動範囲は広くないかなといった感じですね。ひねることができるので、上の方に向けることはできるんですけどね。腕の方も多重関節になってはいるんですが、それぞれの関節がそれほど可動範囲が広くないので、思ったよりは動かないといった感じですかね。指の方は固定なので動かないんですが、ちょうどこの手首の部分に可動範囲がありますので、若干手首が動くようにはなっています。説明書には何かガメラの骨格が設定されていて、それに基づいて稼働ができるようになっているというふうには書いてありましたね。足の方は根元の方で結構動くんですが、膝とか足首関係はそれほど動かないですね。ひねることはできるんですけど、上下動とかですね、左右っていうのもほとんど動かないという感じですかね。あと尻尾の可動に関しては、これが多重関節になっていて、要は蛇腹みたいな感じになってるんですね。で曲げているのを、ほぼまっすぐな尻尾にすることが可能になってます。尻尾は結構可動範囲が広いという感じですね。少し内側に曲げることもできます。あとはこちらのガメラの方、飛行ポーズが取れますので、飛行ポーズの方へ変形していきたいと思います。飛行ポーズにするためには手と足と尻尾ですね、これをそれぞれ取り外す必要が出てきます。これがですね、球体関節ではあるんですが、結構力が必要になってきます。ちょっと腕から取ってみましょうか。よっと。意外とこの甲羅関係が尖ってるんで、なかなか力を入れづらいっていうのがあるんですが、各関節はこんな感じで球体関節になってます。さて、足の方ですね。何かうまく外せる方法があるのかな。ここに関節が少し見えてきてるんですが、横に引っ張るイメージかな。なんか壊れそうだよな。こんな感じでこの穴の部分にはめてるみたいですね。さて、最後の一本。よいしょ。よいしょっと。この前の甲羅の部分を外さなきゃいけないんですけど、足を外さないと甲羅が外せないようになってるんですね。予想通りあれですね。こっち
ちが外れてこっちが残っちゃいましたね。まず足を外すことによって手前のこの甲羅の方が外すことができます。背中の甲羅と、お腹の部分ですね、こちらを外すことができるんですが、首が若干引っかかるような感じになってます。少し首を押さえて外すイメージですね。これがこう背中の甲羅の部分とお腹の部分のパーツになります。この背中の甲羅に首がくっついてるんですね。こちらのパーツに、別パーツだったこちらの胴体パーツですね、これを差し込まなきゃいけないんですが、さすがにこれは引っこ抜かないとダメなんだろうけど、気をつけないとこのボールジョイントの軸が折れてしまいそうなイメージなんですが、どうかな。少しボールジョイントの根元にグリスを塗ってみます。取れた。これはしんどいですね。これまたはめ直さなきゃいかんのがめんどくさいな。よし、やった。この足元のボールジョイントに関してはちょっと扱いを気をつけないと、ボールジョイントの真ん中からポッキリきそうな感じがしますね。皆さんもお気をつけください。では引き続き飛行形態の方を組んでいきます。飛行形態にするにはまずこちらのちょうど中間部分のお腹ですね、これに飛行形態用の中のパーツをはめます。こんな感じですね。そしてこちらの首付きの背中のパーツですね、これをはめていきます。これもちょっと首がこう引っかかるような感じなので若干はめにくさがありますね。こんな感じですね。ここの尻尾が外れて、首外せば甲羅だけの形態もできなくはなさそうですが、正直かなりきつそうですね。当然腕の方にはこう左右の区別があるんですが、特に右左という表示はされていないので、つけるときはですね、下に下がって横に伸びるというのが上面ですので、これで言うと左手なのかな。この合いのところでわかると思うんですが、こんな感じですね。反対側もこんな感じかな。なかなかに巨大ですね。これで飛行形態はおしまい。台座の方はこちらのエフェクトパーツの上に支柱を刺して、受けの方ですね、本体のこれを取り付けるという、3つのパーツからなってるんですが、これが台座の方になっていて、これをこの飛行形態のお腹にこう付けられるという感じになってますね。こんな感じで飛行形態の方が可能になっています。なんか尻尾の方が妙に縮んじゃって可愛くなってますね。飛行形態で腕が動くかというと、正直ほとんど動かない感じですね。顔の方は真正面を向くことができますので、かなり飛行形態としてはかっこいい飛行形態にすることが可能になってます。これは平成ガメラの方でもこういった形態がありましたが、それと同様のものですね。先ほどの可動範囲のところでちょっと紹介し忘れてしまったんですが、口の方ですね、こちらの方は開閉が可能になってます。可動範囲としてはこのぐらいですかね。
結構刃の方もこう色がついてたりとか、中の下の方は結構単色であんまり塗り分けされてはいないんですが、形状としてはうまく再現してるのかなといった感じですね。飛行形態の方を細かく見ていくと、ここら辺がちょっと鎧っぽいようなディテールになっていて、羽のような細かいこう凹凸がついてる感じですね。で、爪がこう若干伸びてきてるようなイメージですかね。この爪の方結構尖っていて、破損しやすいかなという気がしますので、遊んでる時は気をつけた方がいいですね。お腹のパーツはこの歩行形態の時のグリーンの印ですね。こういったものがなくなってきてますね。何か意味があるのかどうかはちょっと本編を確認したいってところですね。足が縮んだところなんですが、縮んだ足がこのへこんでる中に見えたりするんですが、ここら辺がジェットエンジンのノズルっぽくなってて面白いですね。ここからこうジェット噴射するっていう感じなんでしょうね。なかなかにかっこいい飛行形態ですよね。ガメラの形状も昭和から比べるとかなり変わってきていて、2023年度版としてはこんな感じの形状になりましたっていう感じですかね。なかなかかっこよさはすごくあると思いますね。懐かしさはちょっと減っちゃったかもしれませんけど、新たなかっこよさみたいのは十分に感じる出来ですかね。ゴジラと比べるとやっぱちょっと知名度は低いかなという怪獣なので、こういった機会にフィギュアを出してくれるっていうのは非常に嬉しいですよね。では今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。